ちは、メイです。前回はこの案内所前の縦10マスクリエイトをしました。褒めてくださった皆様ありがとうございます。この組み合わせはどうやら海外の方に人気のようでした。今回は前回に引き続き案内所周りを整備していきます。私の島は飛行場と案内場がかなり近いので、逆を言えば案内所裏に広大な土地があるんですよね。なのでずっとやってみたかった大きな湖を作っていきます。まず湖やその近くの道をきれいに見せたいので、案内所裏がどのくらい見えないのか穴を掘ってマス数を確認します。案内所裏から4マスが四角になって見えない部分でしたので、この4マスを開けて道を作ります。前回少し整備した案内所左側の道からこのような感じで道を作っていきます。湖に沿うような道ですね。早速落ち葉の獣道を敷いていきます。ありがたいことにこの落ち葉の獣道を使っているよとの報告をたくさん聞けて本当に嬉しいのと、公開してよかったなと思います。道ができたので案内場のちょうど真ん中になるように桟橋を作ります。時計のところからぴったり真ん中に合わせようとするとちょっとずれるのですが、気にせず作ります。真ん中にグレーチングを敷いて桟橋にメリハリをつけます。このマイレゾもすべて公開予定です。桟橋と道に合わせて大きな湖を作っていきます。この桟橋と道からカメラを構えた時に湖を囲う赤く染まった木々が見えるようにしたいのと、右奥にサブ住民の家が見えるようにしたいので、時々桟橋や道に立ったりカメラを構えながら湖を調整します。円形を作るときは撮影ポイントを1箇所に決めて、そこからどんな風景が見えるようにしたいかを考えながら作るとうまくいきやすいのかなと思います。ここの段差前を撮影ポイントにしたのですが、ちょっと湖を大きくしすぎましたね。木々に囲まれている様子にしたいので、もう少しだけ湖を小さくしていきます。理想としては撮影ポイントから少しだけ段差が見えるくらいにしたいです。結構な微調整が必要なので大変な作業ですね。編集でかなりカットしていますが、湖を作るだけで約1時間かかりました。カメラで確認します。段差が少しだけ見えているので大丈夫そうですね。仮で作った部分の湖を滑らかにしていきます。桟橋からどのように木が見えるのか知りたいので、仮で木を植えます。見えてほしい部分は広葉樹の葉の部分だけなので、広葉樹を小さくする必要があります。育ちきった広葉樹の代わりに広葉樹 M を植えます。その後ろに広葉樹 L2 本と広葉樹を植えます。こんな感じで桟橋に近い方から小さい木を植えて、奥に大きな木を植えていきます。調整している最中に気がついたのですが、湖側の木とその1個奥の木を直線で並べて植えると桟橋から見た時にいい感じに見えます。湖側の木と木の間に真後ろに植えた木がちょうど真ん中に来てくれるんですよね。円形を作る時にぜひ覚えておくと楽かもしれません。微調整をしていきます。多少隙間が気になりますが後で隠すので大丈夫です。次は右側を作っていきます。お城の門を家と見立てて場所の確認をしていきます。桟橋から見ても大丈夫そうですね。もう少しだけ手前に家を持ってきたいので土地を増やします。右側も左側と同じように木を植えていきます。サブ住民の家を湖のほとりに持ってきました。先ほど隙間が気になっていた部分に低木や花を植えて隙間を隠していきます。低木は木の間に植えて、花は木の前に植えます。花の色も赤系に揃えた方が綺麗ですね。右側の隙間も埋めていきます。こちら側は左側に比べて木が少ないので少しだけ足します。低木を湖側の木の真後ろに植えても隙間が結構埋まります。こんな感じになりました。木が湖を囲うようにあってフォトスポットっぽくなりましたね。
円形がある程度できたので手前の道を作っていきます。道の左側は2段目へ続く階段を作りたいので段差を作っていきます。ここはエントランスを作った時に作った段差ですね。階段が少しはみ出ている感じにしたいので元ある段差に揃えずに作ります。湖のギリギリに設置して2段目に登らないと左側に行けない仕組みにします。桟橋風なところを飾り付けていきます。田舎な感じにしたいのでしっかりとは整備せず、住民たちが持ち寄ったもので飾ったような感じにします。観光望遠鏡は島主からの寄贈品です。横向けの丸太の柵を打っていきます。柔らかい木材で作れるので大量消費にもってこいな柵なんですよね。あと田舎な感じがよく出て馴染むので好きです。道側を飾り付けていきます。案内所側の植林についてですが、 L サイズ以上だと道が隠れてしまうので桟橋部分を避けるようにして植えます。育ちきった広葉樹は案内所ギリギリに植えても道を隠してしまいます。なので L か M サイズの広葉樹を埋めます。ちなみに針葉樹 L は案内所ギリギリに植えても道を隠してしまうので少しだけ植えます。ここの場所はほとんど見えない場所なのであまり家具は飾りません。ライデザインを中心にします。道に落ち葉などを飾り付けます。こんな感じになりました。右側はまた今度続きを作るのでこれで大丈夫です。最後にサブ住民の家の前を少しだけ整備して終わりです。まずは道を敷いていきます。ここは後で作る予定ですがちょっとした構想があるのでその下準備です。ヨットを置きたいので木の板を敷けます。湖のほとりの家の構想がなかなか湧かずにここもかなり苦労しました。なぜかムーミンしか思い浮かばなくて頭の中がムーミンでいっぱいでした。昔よくアニメを見ていたからかもしれないですね。ムーミンとは全然関係ない家具を置いていきます。湖のギリギリ手前には家具を置かないようにします。桟橋から見るとちょうど船が浮かんでいる風にしたいので横に家具があるとちょっと変な感じになってしまうんですよね。湖にヨットが浮いてるように見えますね。これで全て完成です。円形は作るのが大変ですがやりきった時にはその分達成感がすごくありますね。秋の湖もなかなかいいねと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは完成ムービーをご覧ください。